蒸せない冷やし中華食べたくない？冷やし中華は蒸せる。夏だから食べるけどそんなに好きでもない。もったいない。とを混ぜるだけ。うまっ。全く蒸せませんね。本当にうまい冷やし中華を食べよう。お疲れ様です。料理研究家ひろさんキッチンです。今日はですね、簡単蒸せない冷やし中華作ります。冷やし中華と言っても包丁まな板はね使いません。麺もですね茹でなくて作れるんです。大事なポイントはタレの作り方とを混ぜるだけ。これでね蒸せなくなるんです。それでは早速作りましょう。でも冷やし中華ってきゅうり、ハム、卵めんどくさいですよね。今日はね無視します。今日使う材料はレタス、カニカマ、ゆで卵になってます。こんな具でも冷やし中華になっちゃうんですね。でもうレタスはですね引っ張るようにちぎります。これでレタス美味しくなっちゃうんです。でカニカマも軽くですねこうやってほぐしておきます。ゆで卵はちょっと後で割ります。はい、こんな感じで具の準備ができたので次は麺を茹でません。麺は茹でずに焼きそば麺使っていきます。焼きそば麺出してでこのまま600ワットの電子レンジで2分温めます。出して水で洗います。これだけでいいんです。もうね熱いのにね麺なんか茹でてらんないですからね。はい、しっかり水を切ったらこれで麺の準備は完了です。はい、次は冷やし中華のタレ作ります。材料は4つだけです。砂糖、醤油、ここが最大のポイント。酢とレモン汁です。で大さじ2分の1。じゃあもう大さじ2分の1入ります。あとお好みでごま油なんか加えてもいいですね。こんな感じであとよく混ぜたら完成です。実はですねこれ酢っていうのは穀物系の酢、こういう米酢とかですねとこっちの果実系の酢、レモン汁とか、ワインビネガーとかバルサミコ酢とかこの穀物系の酢と果実系の酢、この2つを合わせると酸味が和らぐんです。これであんなに蒸せてたのに全然ねすすっても蒸せなくなるんです。こんな感じでレタスはね適当でいいです。カニカマはですねたっぷり手で割っておいた方がですね美味しそうに見えますね。完成です。はい、いただきます。いやうまそう。うまっ。全く蒸せませんね。これいろいろ地域とかもあるらしいんですけど、からしとかあとマヨネーズなんてトッピングしても僕おすすめですね。僕はやっぱねからし好きなんでねからしいっぱいつけて食べます。もうこのタレあれですね、野菜も美味しくなっていいですね。はい、今日のレシピはいかがだったでしょうか。こんな感じで簡単に蒸せない美味しい冷やし中華作ることができます。しかも今日のレシピ材料がお安いんです。3人分タレまで入れても、150円もあれば作れちゃうかなという感じになってます。ぜひ冷やし中華楽しんでいただけたらなと思います。またですね何か聞きたいことありましたらコメント欄書いてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。